今日はギタリストの佐々木明さんと一緒に作ったデスクの制作の様子をご覧いただきたいと思います。佐々木さんが作ってくださった設計図をもとに材料を買いに行き、正確に測った上でカットしていきます。この作業は佐々木さんにお任せして、私は撮影。1ミリでもずれていると合わなくなってしまうので、正確さが必要です。よし。はい。こちらはデスクの足になる部分。つなげるためのダボ穴を開けていきます。きちんと合っているかをその都度確認していきます。そうですね。組み立てた足はこのような形になります。足は後からつなげるので、そのためのネジ穴を作っていきます。室内での作業はその都度くずを掃除機で吸い取ります。再び掃除機。なんかボンド、アメリカのハンバーガー屋のマスタードぐらいでかい。そうね、でも意外とこんなのもすぐなくなっちゃうんだよね、やってると。そうですよね。そうなの。これね、意外とね、これね、またね、まっすぐ入れないと。佐々木さんの本業はギタリストなのですが、ものづくりが本当に得意で、そして丁寧な作業です。そしてネジがちゃんと入るかの確認もしておきます。あんま力を入れずに自然に回していかないと。そしてまっすぐ入れないといけないから、木工用ボンドではこいつはつかないんだけど、周りの木が硬くなるんだよね、それで収まるという。こちらは上の棚の部分。ダボとボンドでつなげた部分を乾かして固定しています。その他の部分もおおむね完成しています。この後、組み立てていきます。まずはキーボードが鳴る部分のレール付け。スライドだね。
キーボードを使う時だけ出したかったのでレールにしましたが、とっても良い感じになりました。その後一度分解してサンダー掛けをしていきます。ここも丁寧にやらないと机がギザギザしてしまうので、私も一生懸命頑張りました。どうぞ。そして塗装をしていきます。これまで佐々木さんに任せっきりだったので、塗装は私も頑張りました。今回はカルデットというオイル塗装を使ってみました。自然な木の仕上がりになるのでとても楽しみです。デスクがだいぶ完成しました。今逆さになってますけど、棟梁どうですか？どっちが前かわからなくなっちゃったので検証しました。こっちが前です。いい感じです。そしていよいよ我が家に運んでいただき、最終的な組み立てをしていきます。別々に作っていた足を取り付ける作業から、そしてレールをつける作業も再び。こうしようか前な。うん。どんどんデスクの形が出来上がっていきますね。強度を増すように金具も取り付けました。そして最後はキャスター付け。移動できると便利だよとのことで付けることにしました。完成です。キャスターもついて、実際にキーボードを置いてみるとこんな感じ。ここまで出せるし、あ、ちょうどいいとこまで出せますね。ちょうどよかったね。さて、いよいよ完成した私のデスク。上にはスピーカーなどを置いたり、そして真ん中は作業用、そして下の台はキーボード。思った通りのデスクが完成しました。佐々木さん、本当にありがとうございました。これで音楽作りもさらに快適になりました。